皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、皆さん2024年もね、もう間もなく終わりというところに来ております。本当にね、時の流れって早いですよね。はい、でこの年末と言いましたらボーナス月、いやー、私もですね、少ないながらボーナスいただきまして、散財に次ぐ散財っていうことで、もう使ってしまいますよね、どうしても。はい、まあ使ってね、世の中経済回してやろうみたいなね思いがみじんもないんですが、いやどうしてもね使ってしまいまして、まあブラックフライデーとかこの年末っていうとですね、こうなんて言うでしょう、お金を使わせようっていうね仕掛けがたくさんございますので、それに耐えるっていうのはなかなか難しいものがありますよね。まあ、私もですねブラックフライデー結構使っちゃいまして、多分10万分ぐらいね購入したんじゃないかなと思います。はい。で、今回私購入したものについてね、ちょっとダラダラとお話ししたりとか、映像についてね、でちょっと私話したいことございまして、まあ、今日はね、まとまりのない話になるかもしれませんが、ぜひ、最後までお付き合いいただけたら嬉しく思います。はい。で、ちょっとこれね、映像皆さんご覧ください。はい、この映像なんですが結構綺麗じゃないですか。はい、これいつもとねちょっと雰囲気、違ってるっていうことに、気づかれる方なかなかいらっしゃらないかと思うんですが、少しねちょっと変わってます。でこれねちょっと皆さんどうですかね。このアクアリウムとかされてる方でこのカメラとか興味ある方っていらっしゃいますかね。なかなかですね、やっぱり今こう iPhone とかこうスマホでもねかなりこう綺麗な映像撮れるので、もうそんなカメラとかいらんやんっていうね、時代になってきてるんちゃうかなと思うんですが、やっぱりねカメラめちゃくちゃ綺麗なんですよ。私もあんまりねこの詳しいこと細かいことっていうのはわからないので、あんまりねこう語れるものっていうのはないんですけど、この一眼レフカメラとかってねめちゃくちゃ綺麗に撮れるんですよ。でせっかくねこのアクアリウムされてるっていうことであればね、この写真とか動画っていうのもやっぱりこう思い出として残したいっていう気持ちになるじゃないですか。で、私なんかはこう YouTube とかにアップしておりますので、余計にねこの綺麗な映像を撮りたいっていうこう気持ちが強いんですけど、普通にアクアリウム楽しんでらっしゃる方でこのカメラとかもねこだわってる方どれくらいいらっしゃるのかなっていうのはちょっと私ねわからないので、いやぜひねこれコメントをいただけたら嬉しいなと思いますが、皆さんどうでしょうか。なかなかねこのカメラって、こう自分だけでねこう楽しむ、こう自宅で、誰に見せるってわけでもなくて、自分だけでねこうアクアリウムとか水系、お魚さんですよね、写真撮って、楽しむっていうのはねどうなんでしょうか。なかなかの変態かもしれませんね。いやこれ褒め言葉ですからね。いやもうね、そうでしょ。だって私みたいにねこう YouTube とかなんか SNS にアップするとかなければ、なんかそんな自分だけでね綺麗な写真動画撮って楽しむってなかなかないっすよ。家族とかいてねお子さんとかいらっしゃって、そのついでにね、撮るとかやったらわかるんですけど、どうでしょうかね。ごめんなさいね気悪くさせてしまったら褒めてるんでね私。はいで、このカメラ難しいのがやっぱり専門用語とかねすごい難しいんですよ。なんかログとか ISO とかでなんかロウとかね、もうよう分かれへん、もうおっさんにはね覚えられへんぐらいのね結構難しい名前たくさんあるんですよね。なんか簡単にしてもらったらね本当にいいなと思うんですけど、なんかラーメンのバリ方とかですごい分かりやすいじゃないですか。だからそんな感じでもうめっちゃ綺麗に撮れる、綺麗、そこそこちょっと汚い、なんかそんな感じのねネーミングにしてくれたら分かりやすいなと思うんですけど、そんなあかんか。はいでちょっと今映像コーヒーの映像とかなってると思うんですけど、なんでこんなん撮ってるかっていうことなんですけどね、私ねこの一眼レフのカメラ持っててα7C っていうね、ちょっともう数年、4年ぐらい経ってるかな購入して、でそれぐらい経ってるカメラ持って、それでね撮影しておりまして、いわゆるめちゃくちゃ綺麗に撮れるカメラなんですよ。で、それがねちょっとモードを今まで、スーパー 35mm っていうねちょっとわからない方いたら本当に申し訳ないんですが、簡単に言うと
でカメラってね、こう光を取り込むセンサーがございまして、それがね大きい方が、要は光をねたくさん取り込めるので、綺麗な映像っていうのが撮れるっていうことなんですよ。でそれがね、モードがねスーパー 35mm っていうのがあって、こうその取り込む部分をちょっとね狭い部分だけを利用して、要は焦点距離をねこう伸ばせるっていう、そういうモードがあって、ちょっと分かりにくいですよね。この辺がやっぱカメラの分かりにくいところで難しいんですよね。もう例えばね、こう中面、バイクのね中面持ってんのに、原付しか乗ってないみたいな、そんな感じですよ。60キロまで出せるバイク乗れんのに、いやもう30キロのね原付しか乗れへんみたいなね、いやめちゃくちゃもったいないことしてるみたいな、そんな感じです。はい。で、ちょっと話戻しますと、カメラの設定でね、そのスーパー 35mm っていう、要はちょっと映像的には、ランクが落ちるような、画質落ちるようなモードで私ずっと使ってたんですよ。でそれ気づかず、はい、そのままのね映像で私この数年撮ってました。めちゃくちゃアホでしょ、気づいてない、それにね。でしかも撮影のねいろんなこうモードがありまして、私編集とかなるべく時間使いたくなかったので、撮って出し、もう普通に動画として撮ったものをこう載せて、でカラーもね若干だけいじってるっていうぐらいやったんですけど、よくよく見たらね、もうちょっとねこう画像サイズ、録画のサイズが重くて、データ容量もうちょっと重くて、要は綺麗に撮れるモードがあったんですよ。でしかもね、さっき言ったちょっとログっていうやつもう使ってなかったんですけど、いやもうこれもねせっかくやから使いたいなと思って、はい、今練習中です。はい、だいぶ前置き長くなったんですが、これね練習動画です。はい、見てる方何に付き合わされてんねんと思うかもしれないんですが、すみません、今日ねちょっと内容こんな感じなんで、ぜひ、お付き合いいただけたら本当に嬉しいです。はい、ということで綺麗なね映像を撮る練習をしておりまして、ログっていうねモードで今撮っておりまして、後からね、カラー載せてます。はい、なのでいつもよりちょっとね違った雰囲気、色いつもより綺麗なんちゃうかなと思うんですけど、どうなんですかね。ぜひねその辺もコメントいただけたら本当に嬉しいなと思います。はい。はい、でもやっぱりね私もこう YouTube しているので、こうやってカメラのこととかも興味も出てきたりですね、私もともと仕事のためにね、仕事で動画を扱うっていうことが、多少出てきたので、その練習のために YouTube に上げるみたいなことをね、最初ずっとしてたんですよね。今となってはもうこの YouTube に上げることも趣味の一つということになってはきてますが、いやーもうね、これキノコです。はい。なんか謎のキノコが生えてきました。はいと、キノコまでね結構幻想的でかっこよく映ってると思うのは私だけでしょうか。はい、このまた年末といえばですね、そうです、買ってよかったものランキングとか結構皆さんあげられますよね。で私最近あんまりアクアリウム用品、買ってないので、もうねあるんですよ基本的に。流木とかもだいぶストックありますし、で石もねもうめちゃくちゃあるんですよ。でもうこれ以上買っても置く場所ないんで、はい、って言いながらねやっぱり流木とか買いたくなるんですけど、はい、またチャームさんの福袋とかありますよね。なんか一部先行で、予約販売みたいな今回やってらっしゃったかと思いますが、私ちょっとねフィルターとかもあんまりいらんかなと思って、予約はしてなかったんですが、実際本番のねチャームさんの福袋またあると思いますので、いやーまた買っちゃうんかな。いいものがね欲しいものがあれば買おうかなと思いますが、私動画のために買うとかも基本しないので、はい、なんかもうそういう意味ではこう YouTuber 全然してないんですけど、カメラとかで皆さんからしたら結構どうでもいい話してる時点でね、あんまりなんかこう、視聴回数のこととか全然考えてないなっていうのはもうバレてしまうんですけどね。いやでも見ていただけたら本当に嬉しいんで、コメントとかもね、いや本当に励みになるんで、それはね嬉しいかなと思います。でこれちょっと見てください皆さん、これでこれをねお見せしたかった、このコンゴテトラめちゃくちゃ綺麗でしょ。いやこれね私ほんと今までね何しとってんっていうぐらい、いやなんでこんな綺麗なねコンゴテトラの映像を、撮らなかったんだっていうのをねちょっと本当に反省しておりまして、ちゃんとね綺麗なカメラで綺麗な設定で撮ればこんだけ
美しいこのねグラデーションもう最高でしょう。いやもうこのコンゴテトラの魅力、この映像めちゃくちゃはっきりわかると思う。いや見てほしい。これだけもうこれだけ、もう終わった、終わっちゃったけど美しいコンゴテトラさんからねちょっと汚らしい苔の映像に移り変わってしまいました。はいで、こっからはですね植物です。はい、私はやっぱ今年ですねかなり植物交流しまして、特にアガベですよね。いやもう今年めちゃくちゃハマったっていうのがこの珍奇植物、特にアガベ。はい、もうこれは本当に楽しくて、5000名ね、チャンネル登録者5000名達成した時にお配りさせていただいたと思うんですが、いやーもうね、この魅力皆さんにもっとお伝えしたいなって思うぐらい私ハマっております。一時のねなんかこう盛り上がりみたいなのはもうだいぶ落ち着いてきたかなっていうふうには思いますけどね。はい、多分ね、いやこれ世の中のねこう盛り上がりっていうか流行の仕組みだと思うんですけど、こうなかなか手に入りにくいで、そこそここう高価な方が多分ですよ盛り上がると思うんですよ。なんとなくね。でそこにはいろんな意図があって、例えば純粋にこう楽しみたいっていう方もいらっしゃると思うんですが、それをねビジネスにしたいとか、そういうこう熱ね、いろんな熱がこう入り混じってこう流行って作られていくと思うんですよ。だからそういう意味ではこの最近アガベっていうのはかなり手に入りやすくなっておりますので、これねアクアリウムにも言えることかなと思うんですが、だいぶねこう人気っていうのは落ち着いてきて、今でもこうされてる方って本当にこう本当のこう愛好家さんいうふうに思いますので、いや皆さんねこう本当自信持ってほしい、何様やねんっていうね感じなんですけど、いやもう本当にこの趣味最高ですからね。で、これ未生で、育ってて、これ謎の種だったんですが、多分センナメリリオナリスっていうね、ちょっと名前難しいんですけど、その品種だと思います。お詫びの品としていただいた種なんですが、結局ね1株だけしか発芽しませんでした。であとは最近ですねこのビカクシダ、私だいぶビカクシダも、結構ありまして、でこれねもともとはこの室内で飼育してたんですが、夏の間はね外管理をしておりました。でさすがに最近ねだいぶ寒くなったのでまた室内に、戻しまして室内管理をしております。はい、このビカクシダもねめちゃくちゃ楽しいですよね。いやもうなんていうんやろ、これこう女性にもね多分人気なんかなと思うんですけど、この可愛らしさもねすごいあるんですよね。はい、私剪定とかちゃんとしてないんでもう伸び放題なんですが、ビカクシダもいいですよね。でただなんといってもね最近やっぱりこのパキポディウム、特にグラキリスさんですよね。なんかこの映像めちゃくちゃいいっすね。これもうカラーグレーディングぴったりハマってるんちゃうかなっていう気するんですけど、どうですか、やっぱこのグラキリス最高ですよね。なかなかやっぱりスマホだとねここまでの綺麗な映像って撮れないので、もうこれは物理的に不可能なので、やっぱりその辺はねカメラの魅力、メリットかなっていうふうに思いますね。はい、本当に美しい、姿っていうのを撮ることができます。で、私ねこの最近購入いろいろ迷ってたものがやっぱりカメラ機材とかレンズなんですよね。スーパー 35mm 分からんやつが何言うとんねんって感じなんですけど、いやもう本当にねここ数日はねもうカメラの機材ばっかり調べてね、もう結構ね買ったんですよ、いろいろ。実はブラックフライデーで購入した10万円分っていうのはほぼほぼねカメラの機材です。はい、撮影環境とかで、ちょっとアップグレードしたかったのでその用品を購入しました。で今撮影環境なんですが M4Mac mini とですね、今こんな感じになっておりまして、でマイクもねマイクスタンドとかも買っちゃいました。で早速妻に怒られました。はい、であとはですねこれ一脚ですね。はい、カメラを乗せてこう安定させるような機材とかで、あとねこれなんですよ。これねスライダーって言って、これ皆さん分かりますかね。このねカメラを電子的にこうスライドさせて映像を撮ると、そんなね機材になるんですけど、これね買って私バッテリー付属してないということに気づきましてこれ別売りなんだそうです。はい、ということでまだ使えません。はい、であとね最近結構この反射がすごい気になるんですよ。やっぱりねガラス面こう反射するじゃないですか。でねもうこれデコパネでこんなん私自作しました。これをカメラのレンズに取り付けると、はい、こんな感じでですね周りの光を遮断できるので、反射のないようなね映像っていうのが撮れるんですよ。はい、ちょっとね中心カメラのレンズ若干映ってるんですけど、これコンゴテトラさんがねより
より美しくね撮影できるっていうことで、こんな工夫も最近しております。はい、ということで今回はですね、ちょっと皆さんだいぶまとまりのないというか、私のねちょっとこう練習会みたいなものに付き合っていただいた、最後まで見ていただいた方本当にありがとうございます。いやーもうですね、このアクアリウムっていうねジャンル以外にもやっぱりいろんなことにねこう興味が私ございまして、もうそれこそ盆栽とかもねやりたいんですよ。もっと庭が広かったらね、いやいろんなことに興味ございまして、ちょっとまとまりのないような動画も出してしまっておりますが、今後ともぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。